ここに一本の小刀がある。播州三木打ち刃物。100年以上の歴史を持ち、今日まで技術、技法が継続しているかなど5つの要件を満たし、1996年に当時の通商産業大臣から伝統工芸品の指定を受けた。伝統工芸士長池博之さん、昭和14年生まれ。父明さんが大正時代に立ち上げた三木商刃物本舗に勤め、中学卒業後から修行を積み小刀作りを始めた。現在はここ兵庫県三木市内でも数少ない播州三木打ち刃物の伝統工芸士である。材料から小刀になるまでその2日間を記録した。右でも言うてんのは、若い子やってんのは残らなしゃあない。もう消える方にかかったらあかんわけや。もうその業界でも自分一人も残っとったらな、まだ生活できるわけや。小刀作りは炉の準備から始まる。わらばいで火を起こし、炭で火を勢いづかせたところにコークスを入れ、火を安定化させる。空気量を調整しながら炉内を約1100度に保ち、そこへ軟鉄からなる地金を入れ熱する。その時地金の温度は約700から800度に達するという。炉から熱した地金を取り出す。幅、厚みを意識しながらハンマーで叩いて形を整えていく。この後、単節に入る。単節とは2種類の金属材料を熱し、叩き接合することである。鋼は日立安木鋼の青紙スーパーを用いる。放射、放酸、
鉄粉からなる接合剤をつけ、地金に合わせると、再び炉に戻す。この時、材料の温度を上げすぎてしまうと、接合しやすくなる一方で、金属組織が粗くなる弊害が出る。職人は材料と炉の温度を目で測りながら感覚で作業を進める。叩くことで金属の結晶は細かくなる。粘り強い状態を作り、強度を高めるのと同時に必要な長さまで叩いて伸ばすのだ。小刀は2丁分を一度に作り進める。まず1丁分の長さに達したところで切り離す。再び熱する。炉から取り出すと2丁分の長さになるまで叩く。伸ばしながら慎重に幅、厚みを調整する。叩いた材料の重さが均等になる位置にタガネを当て土で叩く。下の金床に傷がつかないように加減する。材料を箸で持ちねじり切る。炉で熱し水打ちをし、また炉で熱する。表面の酸化鉄を飛ばし形を整えるのと同時に、熱が冷めた時に形が元に戻らないようにするためだ。小刀作りは2丁分を同時に仕上げていく。そのためただ切り離したままでは、一方の小刀の鋼の面が刃をつけた時に表裏が逆になる。胸と刃の部分とを交換する作業を刃の取り替えという。この作業は金物作りの中でも小刀特有の工程だ。手打ちの小刀は胸が厚く刃べらが薄くなるように形成する。鉄板を型抜きして作る刃物にはない特徴だ。素早く絶妙な力加減で叩く。火作りを終えるとバラ灰につけ焼丼を行う。1日かけて徐々に冷やすことで組織を均等にし欠けにくくする。これで1日目の作業は終わる。
何でも使える、細工するのね。今これは竹の木取った竹細工の振り子だなんかな、栃木県だから木取ってな。昔やったらうちらでも四国の丸亀のあんたうちわ屋なんか竹のうちわやな、うちわ屋の子またようさん作ったんやな。それから桶屋の子またあれもよう作ったかこなった自分、それからもう50の60もの話やな。今も全然あかんや。どういうさでもうちらは昭和3年頃の自分の夢のやつ見ると30件ぐらいあったな。今もあれ2件ほどになったもんね。今は果物屋しょってけど鮮度小型なかしやねんかいて、そんなんあるでな。もう写真やのな、ここも小型なかしやねんかい、もともと。それからこの太陽戦争の時に皆その組合があったもんでも物資が入ってきへんやんか。なるほど。その自分に親子みたいなやつは自分のとこうまいこと入れて材料入れとし、下っ端のもんは材料待ってきへんやん。仕事してもできへんやん。そんな時代なことも書いてあるやん。お寺の金でもみんな出してまうのに。ね。衝動を終えた小刀に裏鳴らしを行う。まず土で叩き、表面の凸凹を取り平らに整え裏出しをする。裏出しの後は裏磨きをする。刃に対してアールができるように磨く。この先の裏押しの作業と合わせて行うことで刃と物との摩擦を抑えた切りやすい優れた小刀に仕上げることができる。刻印し形を整えていく。小刀全体がねじれていないか土で叩いて微調整する。研磨し刃をつけていく。研磨は数回に分けて行い、徐々に目指す形へ近づけていく。焼き入れの前に小刀に泥をつける。この小刀を高温状態にし、水に入れ、急速冷却することで焼きが入るのだが、高温の小刀をただ水の中に入れても、すべて弾いてしまい、急速冷却ができない。先に泥をつけると、熱した後に水に入れても、表面の泥が水を吸い込むため、急速冷却することが可能になる。ふいごを手で操りながら、炉内への空気量を調整する。小刀を約800度まで熱する。焼き入れの温度は、使用する
鋼の種類によって異なる。青紙スーパーは硬く丈夫な小刀を作れるが、この焼き入れの温度調整が難しいことで知られている。水に入れ急速冷却する。酸素量の少ないため水を使用する。再び炉に入れる。約200度を維持する。焼き戻しは三木匠オリジナルの作業だ。泥付け時の泥を落とす。手作業で最後の微調整を行う。鋼の部分を研磨し光らせる。混合車をつけた木戸で全体を磨く。この後刃を研ぐ作業に入る。180番程度の砥石で研ぐ。続いて800番の砥石で研ぐ。この時裏刃を出すようにして研ぎ裏押しを行う。1000番から1400番の砥石で研ぐ。最後に砥石の粉で刃を磨くと地金の部分だけが白くかすむ。荒刃研ぎから霞研ぎまでの間の小刀の刃の変化を見てみよう。荒刃研ぎではまだ研ぎの目がはっきりしている。中刃研ぎで研ぎの目が細かくなり、小刀のへりが削られ、裏押しされているのがわかる。霞研ぎまで済ますと、研ぎの目は細かく、地金と鋼が美しく映える。総仕上げで全体を磨き、ニスを塗ると完成。2日にわたる小刀作りが完了する。複雑な作業工程が必要とされる小刀作り。幼い頃から小刀と向き合ってきた長池さん。長池さんにとって小刀作りとは。楽しい。これなんかでも正直言うて満足なことはあれできへん。ほんまにもう一回やり直したいぐらいやけど、そうはいかんがな。別に使うのに差し支えるわけでもないしなんもないねんけど、自分で目に見たらこの人ってよかったな、
こういうふうに思ったようにできてないかなとこういうふうに思うわけです。できてみていいのできたな思ったら気持ちいいし、まずかったらもうほんま寝とってもなんてほんとこう思うでな、でもそうやと思うけどな。